昨年秋に発売以来、キョンキョンのクリエーションとすっかりおなじみとなりましたクリエーション W3TV。 あれれれ、僕の部屋がちょっとスタジオになっちまった。京子のマルチコンポビクタークリエーション W3TV。 テレビの音も聞けちゃうぞ。今ヤングの間では好きなテレビ番組を録音して友達同士で聞いたり交換して楽しむことが流行しています。クリエーション W3TV はテレビだって聞けてしまう欲張りなマルチコンポです。その特徴は、第1にはダブルデッキ。プログラム機能を使ってカセットテープの中から10曲分を16回までメモリーできます。操作は聞きたい順にプログラム選曲し、スタートボタンを押すだけです。あとはデッキが指定した曲を順番にサーチしながら演奏します。加えてランダムプログラムダビング、倍速ダビング、コンピューターシフトコントロールなどの機能を使えば、イントロクイズや曲当てクイズのほか、その人なりのオリジナルテープが手軽にできるのもセールスポイントです。第2はチューナー。このチューナーはテレビのステレオ放送や2カ国語放送など音声多重放送が楽しめるテレビ音声回路を内蔵しています。ですからアピールのポイントは、中高生に人気の歌謡番組やミュージックテレビも楽しめ、またデッキを使って直接録音もできるという点です。3つ目はフルオートプレイヤー。これはランダムプログラム選曲が自由自在。例えば1枚のレコードを5曲目、1曲目、3曲目と8曲、15回までプログラム選曲できます。あとはデッキと同じくスタートボタンを押すだけ。さらにデッキと連動させてシンクロ編集録音も楽しめます。またソース切り替えの煩わしさを追放したマイコン制御のデュアルダイレクトコールシステムも楽しめます。このようにクリエーション W3TV の特徴をご説明いたしましたが、これと合わせて特にお客様にお勧めいただきたいのが、この後紹介する CD プレイヤーXLV3 をセットにしたシステムです。このシステムアップによって単価はアップ、お店にとっても大きなメリットとなると思います。ビクターの CD プレイヤーの特徴は次の3つのポイントからなっています。第1に信号を正確に取り出すために IS メカニズムと Y サーボシステムを採用したこと。第2にノイズを減らすために
3電源回路を採用したこと。第3にアナログ部の高音質化のためにデジタルフィルターとディスクリート定時フィルターを採用したことです。それではこれらの特徴を分かりやすく図と実験を通して一般のプレイヤーとの違いをご説明しましょう。まず IS メカニズムとは図のようにプレイヤーの心臓部を浮かせることにより外部から振動が加えられても影響を受けることなく正しく信号を再生することができるのです。この実験では過信機によって振動を加えています。オシロスコープの波形が振動の大きさを表しています。しかし XLV3 は意図的に加えられた振動に左右されずにクリアーなサウンドを再生しています。それでは実際の音楽で振動に強いところを聞いて確かめてみましょう。次に Y サーボシステムとは図のように異常検出回路によってディスクに傷や汚れがあっても正確にトレースする能力です。ご覧のように傷やホコリを想定して4本のテープを貼って実験しています。すぐに音が乱れてしまう従来方法に比べて Y サーボシステム内蔵の XLV3 は影響を受けずに正確にトレースします。またハードとソフトの一貫生産による高品質化とソフトの数の充実でハードの売り上げも急速に伸びていくと思います。さらにビクターではミニコンサイズの XLV3 の他に本格的レギュラーサイズの CD プレイヤー XLV300 やリモコン点キー付き CD プレイヤー XLV500 を発売。ラインナップの充実を図りました。お客様には数々のシステムのバリエーションをアピールしてください。必ずやお客様のご要望に合うシステムを見つけていただけることと思います。AV 世代のヤングはいい音いい映像に敏感。そこで登場したのがザ・ハイファイ HR-D555 です。色めく音が立つビクタービデオザ・ハイファイ。それでは HR-D555 の機能と特徴をご説明しましょう。素晴らしいステレオハイファイ VHS 方式を採用したハイファイビデオ HR-D555 はハイファイ音声専用のヘッドを2個加え、しかも
テープの厚みを利用した深層記録方式を採用。今まで遊んでいたテープの深い部分に Hi-Fi 音声信号、浅い部分に映像信号を記録します。それぞれの味増す角度を変えることにより、お互いの干渉をなくし、デジタルに迫るクリアでダイナミックなサウンドを実現しています。さらにテレビ信号を映像信号と音声信号に分けて電流を取り出すスプリットキャリア方式音声多重チューナーを内蔵しているので、映像信号に影響されないクリアなステレオサウンドが楽しめます。またビクターが開発したサイマルキャスト記録を搭載。テレビ番組を録画しながら同時に FM 放送のステレオ録音が鮮やかにできるのも大きな特徴です。他にも Hi-Fi 音声トラッキングメーターにより、トラッキング最適ポジションが目で確認できるようになりました。また音声インサートができるアフレコ機構、ボリューム調整ができるヘッドホン出力、Hi-Fi、ノーマル、ミックスと好きな音声を選べる音声出力モニターなど充実したオーディオ機能を誇っています。次に映像に関してもビクターのビデオ技術が至る所に生かされています。従来のフォーヘッドをさらに進化させた映像専用エクストラフォーヘッドにより、標準3倍のどちらのモードでも鮮明な録画再生を実現しています。さらに嬉しいのはノイズやブレのほとんどないファインスチル再生、コマ送り、飛ばしてみたい時や前の画面をもう一度見たい時に便利なシャトルサーチ再生もエクストラフォーヘッドの採用によってバーノイズが固定され一段と見やすくなりました。このほかお好みの画質で再生やダビングができる画質コントロール機能やつなぎ取りがきれいにできる AEF 機構など、ビデオマニアの方に必要な機能も装備しています。最後に使い勝手の面では、長時間録画をフルに活用できる2週間8プログラム予約タイマーを搭載。しかも標準3倍のモード設定がプログラムごとにできます。その他面倒な操作がいらないワンタッチタイマー、離れたところからでも操作状態が一目でわかるピクトサイン、テープの残り時間を気にせず録画できるテープ残量表示など、お客様にこれならと思っていただける使い勝手の良い機能がたくさん盛り込まれています。映像の素晴らしさに加えて、この Hi-Fi ビデオの反則ポイントは、お客様にじっくり聴いていただき、素晴らしいステレオ Hi-Fi サウンドを味わっていただくことです。そのためにはぜひ店頭ではオーディオ機器と接続したデモ演出を心がけてください。映像とサウンドがドッキングして必ずやお客様にも納得していただけると思います。この GRC1 は世界で最も普及している VHS ビデオとカメラを一体化したビデオムービーです。こんな小さなカセットでもカセットアダプターを使えば普
通の VHS ビデオデッキでの録画・再生も自由に楽しめます。このように VHS ビデオムービー GRC1 は VHS 方式のすべての機種との互換性があります。 VHS ビデオだから安心です。ですからすでに VHS をお持ちの方でも安心してお使いいただける使う人の身になったビデオです。しかも互換性がありますので VHS をお持ちの方同士でテープ交換やビデオレターなどに大変便利です。またビデオデッキとカメラを一体化しているので撮る場所を選ばずお好きなアングルで撮りたいシーンが映せます。さらにコンパクト設計で本体重量わずか 1.9kg と世界で最も小型軽量化を実現。女性でも楽々操作ができます。片手で持てるレンズグリップスタイルで接続コードもなく行動派にぴったり。例えば国際線の飛行機ならケースごと座席の下に入り旅行にはもってこいというわけです。画像は1/2分の1インチハイバンドサチコン管の採用ではっきりくっきり。撮影した映像も電子ビューファインダーでその場で確認できるのです。さらに F1.2 の明るいレンズと必要最低照度15ルクスという高感度設計により室内でも鮮明な画像が得られます。これからは撮る時代。特に子どもの成長記録にも欠かせない商品です。若い人からお年寄りまでお楽しみいただける GRC1 です。最近は撮影した後プロ並みのハイテクニックを駆使して自分だけの作品を作りたいというマニアが増えています。そこでビクターのビデオ周辺機器から2機種を選んで紹介しましょう。まず最初はビデオコレクター JX-C7。 特徴の第一は映像のカラー補正が可能なこと。業務用にも使用されている本格的 RGB 独立回路により撮影時のカラー調整ミスや屋内屋外フィルター切り替えミスなどがモニター画面を見ながらスティックコントローラーで簡単にしかも正確に補正できます。ですから朝の映像を有形に変えるなど遊び心も楽しめます。特徴の第2はシャープな輪郭補正。ダブルディレイライン方式のエンハンサー機能がぼやけた輪郭をくっきりはっきりとシャープに補正します。さらに映像粒子の荒れを防ぐノイズキャンセラースイッチにより鮮明な画像を実現します。
特徴の第3はハイテックなテープ編集が楽しめる映像と音声のフェードイン、フェードアウト機能です。その他色の濃淡調整に加えダビング編集に威力を発揮する入出力2系統、アフレコ、ミキシングが可能なオーディオ端子、ステレオハイファイ対応のオーディオ入出力端子装備など、これ1台あればプロのエディター顔負けの作品が完成します。次は多くの補正機能で映像を美しく蘇らせるビデオエンハンサー JX-E3 です。この JX-E3 は映像のディテール補正、くっきりした映像を実現するシャープネス補正、輪郭補正の強調によるノイズを取り除くノイズキャンセラー機能、以上3つのエンハンス機能を持つ本格的エンハンサーです。しかもエンハンサーオンオフスイッチがついているのでオリジナル映像との比較も簡単にできます。さらに多彩なダビング編集を可能にする2系統ビデオ・オーディオ入出力端子も装備しています。その上ステレオハイファイ対応の高ダイナミックレンジ音声回路などプロフェッショナルユースにも対応する機能も備えています。このようにビデオ編集機 JX-C7 や JX-E3 はプロ顔負けの編集テクニックをお約束します。ビデオ編集の楽しさを十分にアピールしてください。豊富なソフトで大人気のビデオディスクビクター HD7900 は新しい映像ライフを提案します。今年大きな飛躍が期待されるビデオディスク、そこでお客様にアピールしていただきたいビクタービデオディスクの特徴が2つあります。まず第1は見たいシーンがすぐ見れるクイック&ファイン機能。先端が平らな VHD センサーがディスク上をトレースするのでスピーディーな頭出しと綺麗な映像の早送りが全てのディスクで確実に行えます。これも VHD ならではの機能と言えるでしょう。第2は確実な将来性です。 VHD は世界の人々が楽しめるようにというテーマで開発されています。日本国内では13社が共同で VHD による新しい映像ライフを提案しています。それでは VHD ビデオディスクプレイヤー HD7900 を使って実際に操作してみましょう。操作はワイヤレスリモコンで簡単にできます。片面で1時間という長時間ディスクでも見たい場面や必要な情報が瞬時に探し出せるクイックランダムアクセス。これで見たいシーンや聞きたいシーンを素早く呼び出せます。タイムサーチを押せばディスクのスタート時からの経過時間を分・秒単位で指定して探すことができます。またページサーチを押せば片面最大5万4000枚のページの中から
見たい箇所をページごとに選び出せます。You must help me get out of here. さらに綺麗な連続映像で早送り早戻し再生ができるマニュアルサーチ、60倍速8倍速の2通りのスピードで見たい画面を探し出せます。加えてクイックモーション再生、スローモーション再生、リピート再生などなど多彩なプレイがすべてのディスクで楽しむことができるのです。また音声はステレオ二重音声、オーディオシステムと接続すれば迫力満点のハイファイサウンドが再生されます。さてこの HD7900 は使いやすさも十分に考慮されています。ディスクの着脱はフロントローディングで、さらにカセットイン方式、ケースのまま片手でも着脱でき、ディスクを入れると自動的にシャッターが閉じてディスクの挿入のミスを防ぎます。セットしたディスクがサイド1の時はテレビ画面がブルーに、サイド2ならグリーンに変わるカラーバック機能がついていますので、ディスクのセットとサイドを確認できます。ソフトの充実によりビデオディスクの市場規模は急速に拡大しています。 VHD ソフトは約1500タイトル。この豊富なソフトの中から映画、音楽はもちろんパソコンとドッキングして楽しめるインターアクションシリーズまで、ジャンルを選ばずどんなソフトでも自由自在に楽しめます。これは HD7900 でのみ可能な新しい楽しみ方と言えるでしょう。それではインターアクションシリーズの中から最もエキサイティングなゲームサンダーストームを見てみましょう。Cobra Command. Terrorists on the attack. Your mission is to destroy terrorist strongholds. Be prepared. They are well trained. Get up! さて今ビクターではヤングにビデオの楽しさを味わってもらうために小泉今日子をイメージキャラクターに反則展開をしています。キョンキョンのネームバリューでヤングが押しかけてくると思いますが、その時には VHD ビデオディスクの優れた特徴を今プレイ中のディスクを活用してアピールしてください。お客様に AV パソコン HC7 の素晴らしさをご説明いただくためにパソコンに関する用語をリストアップし解説を加えました。なお B チャンネルには機能の説明が入っておりますので合わせて参考にしてください。まずスーパーインポーズ、これはビデオ
テレビ、VHD などの映像にパソコンの文字や図形を重ね合わせる機能です。テレビの野球中継で選手の絵に重ねて名前や打率が表示されるのがスーパーインポーズです。放送局で使っている機能が家庭で楽しめるようになります。ベーシック、これはパソコンに仕事をさせる命令を伝えるための言葉です。初心者用に作られた言葉で基本的に英単語からできています。ラムはランダムアクセスメモリーの略で、人間がパソコンにプログラムを書き込む記憶スペースです。通常記憶容量の大きさをキロバイトという単位で表します。ラム64キロバイトといえば、おおよそ6万4000文字の情報が入ると考えればよいと思います。ハードコピー、パソコンで作った図形などはテレビに映し出されます。このテレビに映っているパソコンの絵をプリンターにそのまま印刷する機能をハードコピーと呼びます。マシン語モニター、マシン語とはパソコンの理解できる言葉です。数字の0と1の組み合わせで作られており、人間にとっては分かりにくい言葉です。しかしマシン語を直接いじるととても早く仕事ができます。マシン語モニターはパソコン上級者向けで、マシン語を直接人間がいじることができる機能です。 MSX、 アメリカのソフトメーカーと日本のASCII社が提案したベーシックの一種です。各パソコンメーカーに提唱し、この規格のもとにパソコンを作ることでメーカー間のパソコンの互換性を実現しようというものです。現在13社から実際にパソコンが発売されています。アナログ RGB、 パソコンの映像をテレビに映し出す出力方式の一種です。赤、緑、青の3色の信号を別々に送り、複雑な回路を通らず信号が送れるので非常に鮮明な映像が得られます。RGB にはアナログ方式とデジタル方式があり、アナログ方式は理論的に無限の色が選べます。 HC7 では16色の色が鮮やかに表示できます。漢字ロム、ロムとは読み出し専用の記憶スペースです。漢字ロムはロムの中に漢字のデータが記憶されています。パソコンからの命令で随時必要な漢字のデータが読み出されます。漢字ロムに入っている字数は漢字2965字のほか、かな、アルファベット、記号など計3511字が記憶されています。ワープロとはワードプロセッサーの略で、通常日本語ワードプロセッサーのことを指します。パソコンではキーがかなとアルファベットなので直接漢字が選べません。そこでワープロソフトを使ってかな漢字変換で漢字を選択し、漢字かな混じりの文章を作成します。ワープロはこのほか編集、保存、印刷などの機能もあります。周辺機器、パソコン本体は計算したりつないだ機械をコントロールすることに長けていますが、この機能を生かすためには周りにいくつかの機器をつなぐ必要があります。例えば計算結果を出力するテレビやプリンター、結果やプログラムを保存しておくデータレコーダーやフロッピーディスクドライブなどが主な周辺機器です。今画面でご覧いただいている各機種も周辺機器の例です。ビクターではこのように HC7 を楽しく、そして有効にお使いいただくために数多くの周辺機器を揃えています。いかがでしたでしょうか。解説させていただいた用語は
極めて代表的なものに限られましたが、お客様にお勧めいただく時の参考にしていただき、さまざまな楽しみ方をご説明ください。このイの字は今から60年前、世界で最初にブラウン管に映し出された映像です。現在筑波科学万博の歴史館に当時のブラウン管が復元展示されており、先日 NHK のニュースでも紹介されました。世界最初のテレビジョン、これを発明した人が現日本ビクター顧問の高柳健次郎氏です。新登場のネットワーク FS-AV210 は、その高柳氏から受け継いだ画質重視の思想が脈々と生きている最新の21型システムカラーテレビです。ビデオもビデオディスクも、そしてその他のニューメディアも鮮明な映像がなければ面白さは半減してしまいます。高画質に加えて高性能多機能の AV210 はニューメディアをより楽しくするマイメディアテレビなのです。それでは実際の特徴をご紹介しましょう。まず高画質の決め手はくし形フィルターとフルスクエアデータグレード管です。フルスクエアデータグレード管のコーナーはほぼ直角、画面の隅々まで映像を映し出すことができます。また画面の緻密さを左右する蛍光体のピッチ幅を 0.67mm から 0.53mm まで短縮、明快でシャープな映像がパソコンディスプレイとしても実使用最大2000文字表示を可能にしました。さらに放送局のモニターにも使用されているくし形フィルターとの相乗効果により、鮮明画像を実現する解像度は270本から420本以上と一挙に 50% 以上もアップ。今までぼやけがちだった白い文字も驚くほどくっきり、色にじみやちらつきのほとんどない鮮明画像を再現します。その他映像信号の波形を正確に検波してeye開口率を向上、文字多重放送などの文字付け情報をくっきり鮮やかに再生する PLL 同期検波回路や、画像にメリハリと立体感を与えるリレーラインアパコンなど、高画質に対する配慮はまさに至れり尽くせりと言えるでしょう。AV210 はニューメディアを身近にするマイメディアテレビ。ニューメディアに対応する多彩な機能を備えていることは言うまでもありません。文字多重放送や AV パソコンと接続できる21ピン RGB マルチコネクター、 AV 入力端子は2系統を装備しており、ビデオやビデオディスクなどの映像機器を同時に2種類接続できます。さらにビデオイン方式の採用により、ビデオ機器からの映像は忠実に美しく再現されます。音声は2系統ともに LR 独立、クリアなサウンドでハイファイ時代に対応。サウンドはもちろん音声多重回路を内蔵、そのままでステレオ放送や2カ国語放送が気軽に楽しめます。さらにスピーカーと接続すれば音声出力 10W の迫力あるサウンドの世界が広がります。このほかオフタイマー、 EE オート、ラストパワーメモリーなどなど、使いやすさを考えたマルチワイヤレスリモコンはテレビを中心にシステムアップした映像ソースを自在に操作することができる
コンパクトなコントロールステーションです。高画質プラス多機能ネットワーク FS-AV210 はニューメディアを身近なものにする最新鋭の AV システムカラーテレビです。VHF 放送はもちろん UHF のテレビ放送が受信できるファッショナブルなダブルカセッター RC-55U ちゃん新登場。現在日本には102の民間放送がありますが、そのうちの半分以上が UHF なのです。またミュージックテレビ番組が UHF で放送されてヤングの支持を受けています。そこで UHF もエアチェックできるラジオカセッターもというニーズが強まってきました。 RC-55U ちゃんはこの要望に応えて VHF と UHF すべてのテレビチャンネルをエアチェックできるチューナーを搭載しました。RC-55U ちゃんは UHF 放送をクリアに受信するため2本のアンテナと外部アンテナ端子を持っています。店頭では2本のアンテナを立てチューナーを UHF 局にセッティングして商品説明をすると効果的です。もちろんダブルカセットを使えばテレビの人気番組が録音できる上に多彩なテーププレイが楽しめます。 A メカは再生専用メタル対応のオートリバースメカ、 B メカは録音再生のワンウェイメカ。両方のメカを使えば低速倍速ダビングが可能。操作は B メカのポーズボタンと録音ボタンを押しシンクロスタートボタンを押すだけ。飲ませてください。 A デッキから B デッキのマイクミキシング録音も可能です。 A デッキでカラオケテープを流しマイクを使って B デッキへ録音すればカラオケの練習もできます。また自分だけのオリジナルテープも簡単にできます。2way 4スピーカー、出力は 6W。 別売のプレイヤー LE88 を接続すればレコードからのコピーもできます。カラーリングはシルバー、レッド、ブラックの3色展開。高級感のあるチューナーパネルがアクセント。ファッショナブルなデザインも忘れずにアピールしてください。 RC-55U ちゃんと同時に幅広いお客様におすすめできる RC-S120 も登場。簡単な操作に加えて VHF の1から12チャンネルのテレビ放送も受信できるチューナーなど最新の機能も内蔵されています。カラーリングはシルバー、レッド、ブラックの3色。幅広いお客様から人気を集めるようファッション性とシンプルな美しさを兼ね備えたデザインにしました。
クターの有力商品をご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。なお B チャンネルにはお客様向けの音声が録音されていますので、常時店内で放映していただければ効果的なデモンストレーションになることと思います。有効にご活用いただければ幸いです。これらご覧いただいたハードの売上促進のバックアップとして、ビクターでは VHD のソフトキャンペーンを展開します。従来の総合カタログキャンペーンに加え、映画、音楽、アニメなどのジャンル別のプロモーションを強化しました。4月から5月はアニメを、5月から7月は SFXホラー映画を、7月から9月はビデオアート、ビデオインテリアを中心にキャンペーンを展開します。また単品商品としてはじめまして、こういうものです。夕日太郎です。まあおかけになってください。はい。べちゃべちゃべちゃのくちゃっと。ああ、なるほど。それでべちゃべちゃのくちゃくちゃっと。そうですか。そこでべちゃべちゃべちゃのくちゃっと。なおかつべちゃべちゃのくちゃくちゃですな。名刺を丸めて尻の下に引きやがって、もう怒ったぞ。べちゃべちゃべちゃのくちゃくちゃくちゃですな。バースに続くオリジナル長編アニメメガゾーン23をアニメの核としてキャンペーンを展開します。この他にもご覧のように話題のソフトが続々と発売されます。このようにハードとソフトの相乗効果によりVHD の楽しさをアピールしていきます。ご期待ください。